今回は一緒に4本針でつま先から編む靴下のつま先部分を編んでいってみましょう。まず棒針を2本とも右手で持ちます。そしてこの毛糸をこの間に挟みます。そして毛糸玉からつながっている方の毛糸をご自身から遠い方にたらりと垂らします。そしてこの糸端はだいたい20センチぐらいここに垂らしておいてください。そしたらこの毛糸をこんな感じで持ってもらったらくるっと交差します。交差したら向こう側が糸端で手前側が毛糸玉からつながっている方の糸になります。そしてすでにここについているのが1目めになります。で次は手前の方の棒針に目を作っていきます。その方法はこの2本を両方とも人差し指側に動かして人差し指に引っかかっている毛糸を奥側から手前に向かってこんな感じで2本の棒針の間に通らせます。そしたら手前の方の棒針に1目できました。次は奥側の方の棒針に1目作ります。その方法は2本の棒針を手前の親指の方に向かって動かして毛糸の上から下に向かってこんな形で毛糸をくぐらせます。こうすることで1目作ることができました。もう一回やってみます。奥側の人差し指の方では向こう側から手前に向かって糸を引っ掛けて、親指の方は上から下に向かって糸を引っ掛けます。そして人差し指の方は奥側から手前に向かって糸を引っ掛けて、親指には上から下に向かって糸を引っ掛けます。これを繰り返して12目になるまで返していきます。片側12目になるまで目を作ることができました。そしたらここに糸端があるんですけれども、これは棒針の後ろにはわしておきます。そしてこの棒針を左手で持ち替えてこっちの奥側から編んでいきます。でここでマジックループだったらこの下の棒をぐっと引き出して上の目を表編みで編んでいくので、ここがプレッシャーが少なくなって編みやすくなるんですけれども、棒針の場合抜くわけにいかないのでこのまま編みます。なのでちょっと初めのうちは編みにくいんですけれども、頑張って一緒に編んでいってみましょう。でまずここから棒針を入れて糸を引き抜きます。目の左から奥に向かって針を刺します。ちょっと編みにくかったですけど、なんとか12目編めました。そしたら生地をこんな感じでひっくり返して、またこっちの奥の方を今度も編んでいきます。でここでは6目まで編んだら次の新しい棒針に変えます。編みたい目の左側から奥に向かって針を刺して、普通の表編みと一緒です。4、5、6。そしたらここで棒針を変えます。初めの数段はちょっと編みにくいかもしれないんですけど、
何段か編むと編みやすくなるので、それまで頑張りましょう。4、5、6、これで2段目ができました。この作り目をしたところが1段目と考えるので、これは2段目でした。では次は3段目になります。3段目は増やし目をする段になります。その前にここにこの糸端が右側に来ているんですけれども、この時がいつもこの段のスタートするところになります。目印は糸端です。そしてこの3段目では増やし目をするんですけれども、増やし目をする場所はこの1目目と2目目の間のシンカーループを使ってねじり増し目をしていきます。この4箇所でやっていきます。ではやり方の方は、1目目は普通に編みます。そしてこの2目目に行くまでのこの途中のこのシンカーループというこの横に渡ってる毛糸を左の棒針にこんな形で引っ掛けます。引っ掛けたら手前に棒針を入れて、そのまま後ろに動かします。そして糸を引っ掛けて糸を引き抜きます。これで1目増やすことができました。これからこの後は1目残すところまで普通に表編みで編んでいきます。そしたら1目残すところまで編めました。ここでもこの横に渡っているこのシンカーループを拾って1目増やしていきます。これを拾って左の棒針に引っ掛けます。そして手前から針を入れて後ろにぐるっと動かします。そして1目表編みを編む要領で編んだら1目増やすことができました。で最後の目は普通に表編みで編みます。これで3段目の半分まで編むことができました。これでまたひっくり返します。半分も初めの1目は普通に表編みで編みます。で次の目に行く前のこのシンカーループを途中で拾って左の棒針に引っ掛けます。で突然これをずっと入れるのは難しいので、手前に棒針を入れてくるっと後ろに滑らしてます。そしてここで表編みをします。これで1目増えました。ではまたこの段の最後の1目を残すところまでは普通に表編みをします。で棒針を変えてそしたらまたこのシンカーループもこう拾って左の棒針に引っ掛けて手前から針を入れて後ろに滑らせて
表編みをします。これで3段目ができました。これで4目増えたので、片方を2、4、6、8と2、4、14目まで増やすことができました。ではまた次の段は、増やし目の次の段は何もしない段で増減なく編む段です。この段は普通に表編みでざーっと編んでしまいます。ちょっとこの端っこ編むときは気持ちちょっとキュッと強めに引いてください。この2目ぐらいまでは。であとはまあ普通にこんな感じで編んでいきます。これで4段目が編めました。次は5段目です。ここでも1目と2目の間で1目ずつねじり増し目をしていきます。シンカーループを引っ掛けて、手前から後ろに向かって針を動かして1目増やします。そしてこのまたシンカーループのところに針を引っ掛けて手前に入れて後ろまで滑らして表編みをする。でこれで最後の目も表編みで編みます。でこれで5段目の半分ができました。でまた生地をひっくり返して1目と2目の間のところで1目増やします。まず1目目は普通に編む。そして1目と2目の間のこのシンカーループを拾って左の棒針に引っ掛けます。そして手前に棒針を入れてくるっと滑らせて表編みを1目、そして次の目からは普通に表編みをします。こっちの棒針の方も普通に表編みをします。でこれをまたシンカーループを拾って引っ掛けて後ろに滑らせて表編みをして最後の目も表編みをしてこれで1段できました。こんな感じで偶数段では増し目なしで奇数段では増し目をして両面ともだいたい27目から30目になるまで増やしていきます。ソックヤンを使って0号とか1号で編んでる場合は27目から30目ぐらいで、中細毛糸を使っている場合はだいたい25、6目まで増やすまで編んでいきます。この増やし目をする段だったかしない段だったかっていうのを忘れた時に、増やし目をする段の時のシンカーループは
こんな感じで取りやすくなってます。でこれを引っ掛けてこんな感じで編めるので編みやすいんですけれども、この本当は増やし目をしないところでこのシンカーループを取ろうと思ってもちょっと取りにくい、ここでねじり目をしているところの糸になるのでちょっと様子が違います。だからちょっと取りにくいし、ここでも明らかにこんな感じになっててねじり目をしてるなっていう風になってるので、これをもし迷ったら目印にして、ここは違うんだなとか、ここは増やし目をするとこなんだなっていうのを確認してみてください。片側26目ずつまで増やすことができました。棒針の4本針でもマジックループを使って編んだ時と同じようにつま先が編めていると思うんですけれども、いかがでしょうか。初めの 2,3 段は棒針だととても編みにくいんですけれども、そこを超えると普通にスイスイ編めるようになるので、マジックループをお持ちでない方にぜひおすすめです。今回のこの編み方はジュディーズマジックカストオンという作り目をして編みました。次回の動画ではターキッシュカストオンという方法で作り目をしてつま先から編む方法を4本針を使ってご紹介しようと思います。もしこの動画が少しでも役に立ったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。